今日深く掘り下げるのは第二次世界大戦で連合軍の兵たちを震え上がらせたドイツ軍の最強兵器についてです。ティーガー戦車、またの名を6号戦車ですね。そうです。重さが60トンもあって一発で敵の戦車を吹き飛ばす強力な88ミリ砲を搭載した圧倒的な鋼鉄の怪物。まさに動く要塞と呼ぶにふさわしい存在でしたね。アメリカ軍もイギリス軍もこのティーガーの姿を見ただけで立ちすくんでしまったなんて言われているくらいですからね。そうですね。その恐怖は本当に本物だったと思いますよ。ただですね、ここからだ歴史の極めて奇妙なところなんです。その無敵と思われた戦車の記録を紐解くと、敵の攻撃で撃破された数よりも乗っていた自分たちの手で爆薬を仕掛けられて破壊されていった数の方が目立つんです。なんとも奇妙な話ですよね。そうなんですよ。なので今日のミッションは当時の戦闘の記録や兵器の着弾データを手がかりにして、なぜそんな奇妙な自滅が起きたのか、その謎を解き明かすことです。はい、システムの矛盾をあぶり出していきましょう。まずそもそもこの化け物はどうやって生まれたのかという背景から教えてもらえますか？ティーガー戦車の開発は実はとてつもないスピードで進められたプロジェクトでした。本格的な試作車が作られたのは1942年の春です。1942年の春、すでにソ連との戦いが2年目を迎えていた頃ですね。そして同じ年の夏にはもう量産が始まっているんです。春にプロトタイプを作って夏にはもう量産スタートですか？それは異常なスピード開発ですね。そうなんですよ。いくらなんでも狂ったようなスピード感です。でも写真やシルエットを見ると、なんかそれまでの主力だった4号戦車にすごく似てますよね。確かに。なのに重さは2倍、正面の装甲の厚さに至ってはなんと2倍以上になっています。なんでいきなりこんなバカでかくて重いものを作ったんですか？それはドイツ軍の電撃戦という戦術が限界にぶつかったという大きな背景があるんです。電撃戦ってスピード勝負のやつですよね。はい。初期に見せた電撃戦の機動力は非常に優秀でした。しかし一方でフランスやイギリスの中戦車や重戦車と対峙した時や敵の強固な陣地を突破する時に、それまでの機動力を重視した戦車ではちょっと力不足だったんですね。なるほど。スピードで撹乱するんじゃなくて正面から殴り合う必要が出てきたと。そういうことです。敵の強固な陣地を突破するため機動力を犠牲にして敵の弾が届かないアウトレンジから撃破する重戦車へとコンセプトが変わったんです。そういえば6号のティーガー戦車は5号のパンター戦車よりも番号が後なのに先に実戦へ投入されていますよね。どういう理由があるんでしょうか？パンター戦車の代打みたいな感じだったんでしょうか？いえ、そのような意味合いはないんです。たまたまですね。番号と実戦の投入時期が入れ替わっているのには、パンター戦車がソ連との戦いで機甲部隊の主力戦車としてソ連の T34 戦車へどう対抗するかという視点で開発がされたのに対して、ティーガー戦車はそれよりも早い段階で重戦車というそれまでとは違うコンセプトで開発がされたんです。しかも量産へ移行するのも早かった。編成上も4号戦車やパンター戦車のような機甲部隊の主力としてではなく、軍直轄の独立重戦車大隊として編成されていました。だから数字の並びとしては続いていますが、兵器そのものの位置づけや戦術的なコンセプトは違います。それってアメリカ軍の戦車駆逐大隊と組織の作りとしては似ている気がしますけど。確かに似ています。でも兵器のコンセプトや戦術は真逆なんです。アメリカ軍の戦車駆逐車は大砲は強力ですが、装甲はペラペラで屋根すらないものもありました。かなり危険じゃないですか？はい。でもスピードで移動して撃ってすぐに逃げるという思想だったんです。なるほど。一方でティーガーは敵の弾を全てその身で受け止めることを前提にしていました。片やスピード、片や圧倒的な防御というわけですね。でもその圧倒的な防御を支えるためには物理的な代償を払わなきゃいけない。はい、重さですね。それがティーガーの初期型、つまり1型が持っていた57トンというとんでもない重さですね。その重さが厄介な事態を引き起こしていくんですよね。そうなんです。この重さが何を意味するかというと、当時のヨーロッパの田舎にあるほとんどの橋を渡れないんですよ。橋を渡れない？木のまたは石造の橋では重量制限をはるかに超えていて、渡れば橋ごと崩落してしまいます。川があったらどうするんですか？水中を潜るんですよ。潜るんですか？戦車が？はい。直接水の中を潜って進むための水中潜航装置までわざわざ備えていたんです。戦車なのに潜水艦みたいなことまでさせられてたんですね。でも普通の地面を走る時も
57トンはやっぱりやばいんじゃないですか？まさにそこです。ティガーの履体、つまりキャタピラのベルトですね。これが幅70センチもあったんです。70センチ。だいぶ広いですね。そうしないと重すぎて地面にめり込んで動けなくなってしまうからです。なるほど。しかしその70センチの幅のままでは鉄道の貨車に乗せられないんです。はみ出しちゃうんだ。だから貨車に乗せるときにはわざわざ外側の天輪と呼ばれる車輪を外して52センチの細い履帯にいちいち付け替えるという異常な手間をかけていたんです。ちょっと待ってください。鉄道に乗せるたびにこの57トンの化け物をジャッキアップして鋼の塊であるキャタピラを外し、また別のキャタピラを巻き直すってことですか？その通りです。それはもう戦闘の前に力尽きちゃいますよ。めちゃくちゃめんどくさいというか兵隊の悪夢ですね。ならもう鉄道を使わずに自力で走ればいいじゃないかと思いますけど。それが燃費もひどかったんです。自力で走れる航続距離は道路でさえたったの120キロ、泥や不整地だと85キロしかありませんでした。短。ガソリンのタンクは500リットル以上ありましたが、とにかく足が短くてすぐにカス欠になってしまうんです。じゃあそんなに機動力がないなら一体どうやって戦っていたんですか？もともとは最前線で敵の陣地を突破するための動く要塞だったはずですよね。そこがこのティーガーの戦略の面白いところなんですよ。というと？実は最前線で突破するはずが、現実には引きこもりのようなものすごく慎重な戦い方をしていました。イタリア戦線のフィレンツェの戦いですね。はい、有名なエピソードです。ティーガーが2階建ての住宅のガレージに隠れていたそうですね。ガレージからちょっとだけ顔を出して撃ってまた戻るみたいな。そうです。さらに別の記録では2700メートル、3000ヤードも離れた尾根の上からアメリカ軍のシャーマン戦車を一方的に狙撃していたというのもあります。しかも敵の76ミリ砲に狙われた時、車体を素早く90度回転させて一番分厚い正面の装甲を向けて弾を弾き返すという記録もありますよね。そのようなテクニックを使っていました。それって全然突破用の戦車の動きじゃないですよね。おっしゃる通りです。どうしてこんな言ってしまえば臆病な動きになったんでしょうか。分厚い装甲があるならもっとガンガン前に出てもよかった気がするんですけど。臆病に見えるかもしれませんが、これは乗組員たちの極めて合理的な計算に基づいているんです。ここでアメリカ軍が計測したスポーリング、日本語で装甲剥離と呼ばれる現象を解説する必要があります。スポーリング、それはつまり敵の弾が装甲を貫通しなくても乗組員がダメージを受けるということですか？その通りです。たとえティーガーの分厚い装甲がアメリカ軍の鉄鋼弾を完全に弾き返したとします。はい。でも音よりも速いスピードで激突した巨大な運動エネルギーは衝撃波となって車体を伝わるんです。そうすると戦車の内部の溶接部分が砕け散って装甲の内側の表面が剥がれ落ちるんです。それが鋭い金属のバラ玉となって狭いキャビンの中を跳ね回るんです。へー、それはえぐいですね。本当に危険だったんです。つまり外側から見たら綺麗なままで弾を弾き返したように見えても、戦車の中は剥がれた鉄の破片が飛び交う血みどろの惨事になっているということですか？その通りです。分厚い装甲というのは無敵のバリアではありません。あくまで一発の直撃から生き延びるための保険に過ぎないんです。そうだったんですね。なのでそもそも弾を当てられないことが一番です。なるほど。だから敵の弾が届かないアウトレンジからの狙撃を選ばざるを得なかったというのが真相なんですね。はい。でも遠くから狙撃するだけならそれはそれで最強のはずですよね。カタログスペック上は。それなのになぜこの巨大なスナイパーは自ら滅亡への道を歩むことになったんでしょうか。そこでポイントになるのが先ほどから何度も出ている57トンという重さと信頼性の絶望的な欠如なんです。信頼性の欠如、すぐ壊れるってことですか？はい。そもそもティーガーは完璧な状態で戦場に出たわけではありません。ヒトラーからの命令と悪くなり続ける戦況という圧倒的なプレッシャーのせいで
開発のための十分な期間を飛ばして無理やり実戦に投入されたんです。テストの段階ですでに走行不能になって脱落していたという話もありますよね。そんな未完成の状態で戦場に出すなんてちょっとどうかしています。具体的にはどこがそんなに壊れやすかったんですか？そのしわ寄せは全て足回りに行きました。例えば泥の中で向きを変えようとして車体を旋回させるだけで歯車に凄まじい負荷がかかります。重すぎてもう回らないんですね。その結果トルクに耐えきれなくてギアの刃が吹き飛んでトランスミッションが粉々に粉砕してしまう危険が常につきまとっていたんです。うわー、カタログの上ではどんな弾も弾き返すスーパー兵器でも中身の機械は自分の重さで悲鳴を上げていたんですね。そういうことです。そしてその足腰の脆さこそが今日の最大の謎である、なぜ自らティーガを爆破したのかという疑問のダイレクトな答えにつながっていくんですよね。はい。再びフィレンツェの戦いの記録に引き戻されるんですが、連合軍の砲弾が近くに着弾しただけでティーガーは無傷なのに乗組員がパニックを起こして逃げ出したという奇妙な記録です。あれも乗組員の心理的な恐怖を想像してみるとわかるんです。恐怖ですか？砲弾の衝撃や泥のせいで履帯が切れたりトランスミッションが壊れたりした瞬間、この57トンの巨体は動く要塞からただの鉄の棺桶になるということを彼らは知っていたんです。動けなくなったらアウトレンジからの狙撃もできないし、ただの的になってしまう。でも軍隊には牽引車、つまりレッカー車のようなものがあるじゃないですか。はい、ありますよ。壊れたらそれを呼んで引っ張って逃げればよかったんじゃないですか？そこが57トンの悲劇なんです。当時のドイツ軍のハーフトラックのような牽引車1台ではティーガーを引っ張ることはできませんでした。引っ張れないんですか？パワーが足りないんです。2台がかり、場合によっては3台がかりでようやく引っ張れるかどうかというレベルでした。3台がかり？しかし砲弾が飛び交う戦闘の最中に2台のレッカーを飲んでちんたら引っ張るような余裕があると思いますか？いや、絶対にないですね。ちょっとでももたついたらそれこそ敵の的になります。その通りです。つまり動かなくなった瞬間にその戦車は回収不可能なゴミになるということですか？悲しいですがそういうことになります。しかも無傷のまま敵に奪われたら最悪の研究材料にされて弱点を丸裸にされてしまう。それだけは絶対に避けなければなりません。だから乗員たちは涙を飲んで最新鋭のティーガーに爆薬を仕掛けて自らの手で吹き飛ばすしかなかったんですね。そういうことです。しかもドイツ軍はご丁寧にそのためのマニュアルと専用の爆薬まで準備していたそうじゃないですか。はい。シュプレングパトローレン Z という自爆破壊用の専用の爆薬がティーガーには常に2セット常備されていました。一つは主砲の弾を込める部分に仕掛けて大砲とキャビンを吹き飛ばして、もう一つはエンジンの上に仕掛けてエンジンルームを破壊する。徹底していますね。はい。つまりこういうロジックですね。敵の攻撃を全て弾き返す完璧な走行を求めた結果、ありえないほど重くなった。はい。重くなりすぎたせいでサスペンションやトランスミッションが壊れやすくなった。そうです。そして一度壊れたら重すぎて回収できないから機密保持のために自爆するしかない。その通りです。完璧さを追い求めた結果、システムとして自壊する道が完全に組み上がってしまっていた。とても皮肉な歴史の事実ですよね。ティーガー戦車は今回取り上げた1型でも重すぎたのに、その後の改良型ではさらに重くなっていますよね。重さから来る問題は改善されたんですか？いえ、最後まで改善されませんでした。ではなぜドイツ軍は最後まで重くて自爆するしかない重戦車に固執したんでしょうか？選択肢がそれしかなかったからなんです。連合軍に対して生産力や資源で劣るドイツにとっては、個が圧倒的な強さで敵を上回る、量を質で上回るしか勝ち目がなかったからです。戦後の研究だとドイツ軍の重戦車大隊は自爆処分や放棄による損失を全て含めてもティーガー1両の損失につき平均 5.4 両の敵戦車を撃破していたといいますね。はい。しかも直接的な戦闘のみに限ればティーガー1両の損失につき敵戦車12両を撃破するという驚異的なキルレシオ、撃破率を叩き出していたのです。だから数で劣る以上は1両で敵を10両倒すことができるティーガー戦車と重戦車大隊に頼るしかなかったんですね。はい。当時のドイツ側のロジックとしては無謀だったかもしれませんが、必然的なものだったんです。なるほど。ここまでの話をまとめるとですね、戦争というのは単なる1対1の決闘ではないということですよね。その通りです。
平坦とか修理、あとは生産性を含めた巨大なシステムのぶつかり合いだという現実が突きつけられますね。はい。とある資料には連合軍の戦車を表してメカニズム的に劣るが何度も殴り続けることができたと書かれているんです。ティーガーのようなカタログ上のスペックはなくても、毎朝確実にエンジンがかかって泥まみれになっても前進できる、そういうシンプルで修理が簡単な信頼性という武器がシステム全体としてドイツの個の優位性を打ち消したわけですね。革新性と泥まみれになっても動き続ける実用性の境界線はどこにあるのかという問いでもあります。はい。これは歴史の話にとどまらず、現代を生きる私たちにも通じる非常に重要な問題を提起していると思いますよ。今回の深掘りはここまでです。もし今回の動画を楽しんでいただけましたら、高評価とハイポをお願いします。また、最新の動画を見逃しないようにチャンネル登録もぜひお願いします。次回もまた面白い知識を紐解いていきましょう。